こんにちは、北浜なんです。今日はちょっとゼロの状態からコスプレメイクを始めてみたいと思います。カラコンと BB クリームだけ塗ってる状態なんですけど、この服は誰だやってみましょう。どうぞ。Kita Homanin Channel. まずネットをかぶります。はい、カラコンはアシストさんのツインループオペラレッドです。なんかシャリンガンっぽい感じがしてこれにしました。で、まずこれです。Can Make Lasting Multi Eye Base アイシャドウベース。これを目の周りにこれぐらい取ってポンとのせていきます。発色が良くなるのと、あと落ちなくなるのかな、なんかそういう効果があります。で、次こちらクリオのボタニックモーブっていう結構ナチュラル系のシャドウ、なんか適当にわっさーっと取って、なんて言うんだろう、これシェードみたいなちょっとピンク系のでこの目元にも入れます。首の下とかにも入れるといいかもしれないです。はい、次こちらアイライン描いていきます。ワンデータトゥープロキャストザアイライナーっていうはっきりかけて落ちにくいアイライナーでございます。ちょっと猫目みたいな感じにしたいので猫目意識で描いていきます。でもまだらこっち前髪で多分見えなくなるんで、もうこっちはテストみたいな感覚で描きます。この下のところはちょっと薄めに描いてます。基本的に上とこの目尻側だけちょっと濃いめかなって感じで描きます。後でテーピングするのでちょっとつり目になることを想定して描きました。次はこれです。渦アイオープニングライナーバーガンディで、この目頭のとこちょっと赤をなじませます。さっき薄く描いたところはちょっと赤をなじませるイメージ。はい、で次またこのボタニックモーブを出してきて涙袋を描きますね。まだらさ、ここに大きい涙袋みたいなのがあるので、ちっちゃな涙袋と大きい涙袋を作ります。まずこういう細い筆でこう線をざっくり入れていきます。もう雑で大丈夫です。こっちも入れます。はい、もうなんかみたいな感じだけど後から直すので別に適当で大丈夫です。そのついでにダブルラインも上に描いちゃいます。だいたい涙袋と同じぐらいの幅かな。こんな感じでざっくりまず入れちゃいました。今の段階だと結構お絵描きじゃんみたいな感じなんですけども、次はごめんなさい、さっきの色この色です。この一番濃い色でこれ入れました。で次はこの辺のピンク系かな、ピンク系のでこの目の縁から半分ぐらいまで入れていきます。また一番濃い色でこの目の半分ぐらいまで上だけこういう感じで入れます。はい、目尻側だけ。下はこの 3C の赤い色、赤い色だったら別に何でもいいんですけど、赤い色でこう目尻側赤くします。はい、こんな感じ。半分ぐらいまで赤くします。もう一回その上からボタニックモーブのまた濃い色で
ちょっと目尻をなじませる感じ。まだこの段階でもなんかお絵描き感があるんですけども、こちらケイトのコンシーラー、スティックコンシーラーライトベージュ、こういう感じのスティックのやつを筆で取って、でここですね、涙袋の明るくしたい部分をこんな感じ、わかるかな、こっちも上もします。ちょっと細めの筆じゃないと下のラインを消してしまう。気をつけなきゃ。まあ消しても描けばいいんですけど、で下のはみ出た部分も同じように消していきます。上も軽く消しますね。こうすると普通に線描く時より綺麗に線が残る気がする。これではみ出たとこがだいぶ消えたかと思います。こういう感じでアイメイクを整えていく。普段はこういう感じでやるんですけど、まだらなんで、あともう一重というか、この下に大きい涙袋を描こうと思います。はい、まあええか、じいちゃんみたいになっとうけど、これもちょっと自然になるようになじませて、こんな感じかな。でまたコンシーラーでちょっと直し気味にしておきましょう。なんか立体感出るといいよねと。アイデンティティだからちょっとしっかりかんとこう。こんな感じで下シャドウで上またコンシーラーでちょっと直す感じですね。はい、次眉毛描いていきます。コンシーラーで元の眉毛を消していきます。眉毛は全剃りが一番私的には描きやすいので全剃りしちゃいます。これですね。これは三吉のプラスカラーブラック眉毛を描いていきます。こんな感じですか。眉毛もちょっとはみ出たところをコンシーラーで消すといい感じになります。基本もう描いて消しての繰り返し。こんな感じです。ノーズシャドウをしましょう。またボタニックモーブでございます。鼻下と鼻の上、なんか立体的にしたいところに描いて、そこをぼかしていくって感じかな。この陣中のところにも描いたらいいんじゃないか。これを全体的にこうで塗って見せたいときにこっちに塗るのかな。はい、こんな感じでいきますね。次はテーピングします。カットして使います。ちょっとティッシュオフしてからこんな感じ。はい、これで両側テーピングできました。イベントとかによってはこれソフトのちょっと優しめのテーピングなんですけど、これでちょっとキープ力を上げたりしてます。テーピングイベントの途中とかで取れちゃうことがすごく多くて、笑ったりご飯食べたりしてたら、なのでちょっと頑丈につけといてもいいかもしれない。テーピングの種類によってはもうちょっと頑丈めのテーピングもあるんですけど、肌が持っていかれたりもするんでね、いろんな種類があるので合うものを試してみてください。テーピングの上からピンで留めておくと固定されていいかと思います。次は白いコスコスさんのファンデーションを全体に叩いていきます。つけまをつけます。だいたいダイソーさんかドンキのつけまをカットして使う。ボリュームのあるつけまをカットして断層用つけまにしてます。つ
今はキャラによってつける位置を変えるというか、垂れ目のキャラだったらこう垂れ目気味につけたり、つり目のキャラだったら平行。私は結構なんか元が垂れ目なんですぐ垂れちゃうんですけど、なるべく平行につけてつり目に見せたいなっていうあがきでございます。ケイトのアイライナーでまつげをちょいちょいと描いていきます。なんかもうこういうまつげみたいな繊細なやつはケイトが描きやすいんですよ。あんまりこれは色濃く描いてしまうと描いてる感が出ちゃうので、程よく。はい、こんな感じ。プリズムハイライタークリア。今度はハイライトを入れていきます。まず鼻筋とこの眉毛の元の眉毛をちょっと消すような感じで入れたりとか、顎とかほっぺに入れます。あと細い筆で取ってこの目の涙袋のコンシーラーで消した部分ですね、そこにも上からやっていきます。ここもくの字になるように、ここですね。あと上もです。はい、で最後リップメイクです。シャネルのルージュアリュールラックリップカラー、内側に薄く塗って伸ばします。はい、こんな感じで唇の形を整えました。でまた最後ハイライトしときます。この上のところにハイライト。はい、こんな感じでメイクは完成でございます。はい、メイクかぶりました。もうちょっとここがふわふわになっちゃうので、このアシストさんのフェイスカバーテープでいい感じに留めていきますね。今までのりを使ってたんですけど、ちょっと髪の毛がもう事故っててごめんなさい。のりを使ってたんですけど、のりだと結構ウィッグにベタベタ貼り付いてしまったりとかで後処理が大変だったんですけど、これはもう貼るだけで後残りもしないのですごいお気に入りアイテムでございます。これは両面テープみたいになってて、固定したいとこに貼ってこう剥がしてここについてるんですけど、これを貼り付けると固定されます。イエーイ、革命的。はい、こんな感じで衣装が切れました。よし、加工しよう。Kira Hominin Channel。イエーイ。なんか白飛びしおる。なんでだろうか。あ、手袋忘れてた。ということで、私のナルトの採用し、何年か前にもマダラのコスプレやってたんですけど、その時のウィッグとかがちょっともう古くなっていたので、新しく作り直しました。ロングなんですけど、後ろで全然見えないですね。この甲冑がでかすぎて。この甲冑も結構その昔ハマってた時に作ったんで、だいぶボロいでございます。はい、そんなわけで今日はジハマダラのメイクでございました。ちょっとまた白飛びしてて見づらいかな。ちゃんとメイクを見せたいのだけど、見えますでしょうか。どうしたら見えるんだ。メイクのポイントはやはりこの涙袋でございます。最近その涙袋の作り方をガーって一気に描いて、後でコンシーラーで消していくっていうスタイルにしております。このちっちゃい涙袋と大きい涙袋もちょっと見づらくなっちゃったんですけど、濃く描いて上は白っぽく下は黒いままぼかすってするといい感じに立体感が出るのではないかなって。ちょっとどうしたらうまく見せられるんだろうかな。って感じでございます。いかがでしょうか。もう右目を上げておりません。せっかくメイクしたのに。ナルト昔から好きだったんですけど、結構途中で読むのやめちゃってたんですけど、最後まで読んだら本当にマダラがめっちゃ可愛くって、さらに
ちしたんで、みんなも最後まで読んでマダラに沼落ちしてほしいなって思います。ぜひぜひ読んだりアニメ見たりしてください。お願いします。ナルスでもあります。はい、ということで今日はこの辺で終わりにします。急に韻を結び始める。怖いね。角も豪華めっちゃマダラってかっこいいし可愛いし最高。Kira Hominin Channel。 はい、そして本日12月24日は内葉マダラのお誕生日ということで、今日は特別にマダラの大好きないなり寿司を内葉バージョンで作ってみました。ビビーンじゃん。どうでしょう。いや、普通にいなり寿司にはんぺんとカニカマで柄つけただけなんですけど、かわいい映えだぜ。マダラいなり寿司が好物なので、お誕生日ケーキじゃなくてお誕生日いなり寿司、誕生日いなり寿司だよん。せっかくなんでね、いなり寿司いただく。マジ今もうめちゃくちゃお腹空いてるどうしよう、なんかどうしよう、もったいない。いただきます。マダラがさ、いなり寿司好きなのかわいいよね。なんかいなり寿司って甘いから結構子供のイメージがある。かわいい。多分キュービのイメージでいなりなのかなって思うけど、はいこれさ、めっちゃ寒い本よ。下目が見えてないから危険な肌目な。まだすごいな。 Kira Hominin Channel。 そういうわけで今日はこんな感じで終わろうと思います。こんな感じってどんな感じやねんって感じですよね。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。ナルトのコスプレもいっぱいやりたいな。